宮川修造さん、当時14歳。爆心地から約 1.5km 離れた鶴見町で被爆しました。8時にみんなが集合してですね、それから川上へ向いて整列して当日の作業の説明を受けておりました。そこへ8時15分あの時間になって、原爆を被爆した形になるんですが、同級生が全部川上に向いて整列して被爆したもんですから、そこにおった同級生全員左頬から体の半分ですね、左半分へ怪我をしたと、被爆したという形になっております。ピカッと光ったのは覚えてるんです。その次に気がついた時には地面へ叩きつけられとった。全員ね。短い時間だと思うんですよ。ただ早く気がついた人が声かけて「おいおい」いうことでみんなにね起こして歩いたような形ですから、ほんの一瞬気を失ったというようなことだと思うんです。もうやけどをしていましたからね、顔の左半から首筋にかけてやけどをしとったんですね。でまずどっちにしても逃げなきゃいけないということでね、同級生一緒に 4,5 人でまず鶴見橋を肘山の方へ渡ってですね、それから逃げたんですけれども、たまたま同級生のうちの一人がお医者さんの息子がおりましてね、で彼のお父さんが開業しとられたところが、現在もありますけれども河原町という西の方、被爆したとこからは西の方ですけれども、彼がうち行きゃ薬がやけどの薬なんかあるからうちまで逃げよう言って温度を取って、我々と一緒におった 4,5 人の人間が彼について西へ向いて帰りかけたんです。でだから鶴見橋からやけどしと人間が皆やけどしとったんですけれども、鶴見橋を渡って肘山の方へ出て次の橋肘山橋まで下がって、その肘山橋を渡って西へ行けばその彼の自宅河原町へ行けますんで、その道を歩き帰りかけたところが前後左右から火の手が上がって、こりゃこのまま進んだら火に巻かれてしまうぞというんで回り右しまして肘山の方へ逃げました。で肘山に当時は防空壕がたくさんありましたから、その防空壕へ入って時を過ごしたというのが被爆直後の行動の状況です。それはもうみんな怪我をした人ばっかりでね、ひどい人はもう助けてくれとか苦しさのためのうめき声とか、それは悲惨なもんですよ。今思い出してもゾッとするような防空壕の中の状況です。防空壕の中へ入れん人もありましたしね、いうようなことで、ただ檜山にはほんまあっちこっち防空壕が随分掘ってありましたんで、かなりの人がその中で過ごされたんだろうと思いますけれども、それでも入れない人もいらっしゃったようで、当時私たちは水筒を持って行っとったと思うんですけれどもね、作業着に出るのにね、弁当と水筒ぐらいは持っとったと思うんですけれども、水筒の水はみんなで飲んだような気がしますよ。くれって言われた人にはあげたような気もしますね。水飲んだら死ぬるんじゃというような話も後からいろいろ聞きましたけれども、当時はそういうことは全然考えてませんよね。ご存知のようにやけどには油塗るというような治療法があるんですが、
一番最初に油塗ってもらったのはね、肘山に逃げる途中で兵隊さんに塗ってもらったんです。だから翌の防空へ入る前ですよね。だから本当に早い時間です。8時15分に被爆して肘山に逃げたのがおそらく9時過ぎぐらいだろうと思うんですが、その頃に肘山に横穴の防空が入る前に暁部隊の兵隊さんだったと思うんですが、やけどに油が演じけのここは油があるけ塗ったるわ相手から塗ってもらった記憶があるんです。それが良かったんかなというふうに私は思うんですがね。母自身が私を探しに来るとかいうようなことは全然できる状況じゃなかったんですけれども、近所の人と一緒にどうしとるんかのはよ帰ってこんかのいうようなことでずっと待っておったと思うんです。そこへ帰ったわけなんですが、よう帰ってきた言うんで、すぐやけどの手当てというようなこと、やけどの手当ては放酸軟膏という薬があるんですけれども、その薬をどこでどうしてくれたんか知りませんが、白い薬ですがね、それをすぐ塗ってくれました。そして包帯じゃなしに、当時は三角巾というやつで四角な切れを半分に折って、それで包帯の代わりにするということで、私たち毎日その作業へ出る時もそれを持って出とったんですが、それを取り出してそれで顔をこういうふうに巻いてくれましたね。簡単な手当てですけれども、そういう状況で、他の家族の人間がね、誰も怪我してないのを確認した時には本当にほっとしたというか、よかったなというふうに思いました。当時父が出征しておりませんで、母が私たち兄弟5人を育てた状況ですから、もしまた爆撃があって逃げにゃいけんような状況になった時には、夜を連れて逃げんから、夜だけは山へ行って寝ようやというようなことで、ゴザとそれから蚊帳を持って近くの山が近いですから山へ行って寝泊まりした。3日か4日ぐらいそこで寝泊まりしたということは私は覚えています。吐き気はありましたね。それから歯茎からの血が出るっていうようなことも当然ありました。翌日からね、顔がものすごい腫れ上がったんですよ。現在の顔の倍ぐらいになるぐらい顔がこんなに腫れて、それを鏡で見た時に、これこのまま死ぬのかなというような気持ちになったこともあるんです。戦争の悲惨さというのかな。戦争が起これば当然持っとる兵器は使うわけで、だからもし使えばこういう状況になるんだということを理解して、原爆のこと以前にね、戦争そのものをやらないような世の中を作ることにまず力を尽くしてもらいたいなというのが本当の気持ちですね。もし戦争をやれば持っとる兵器を使わんばかおらんじゃから、それは現在の我々が経験したような悲惨さより以上の何倍もより以上悲惨なことが起こることだけは間違いないということで、そのことも伝えなきゃいけないけども、その前提段階として戦争をやらないと、どういう事態があっても話し合いで解決するというふうなことにみんなが力を注ぐ方向に行ってもらいたいというのが一番の気持ちですね。本当に二度とあってはならない戦争をやれば我々が経験した何倍もの悲惨なことが起こるということを理解していただいて、一つ平和な世の中ができるように皆さんに努力していただきたいというふうに思います。